それでは1番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは、年下のお相手との恋の行方について見ていきます。この恋どうなっていく？ではよろしくお願いします。1番をお選びいただいた方は、オミクロンというカードになります。では今回はケルト十字を使ってタロット展開していきます。はい、それでは見ていきます。今回年下のお相手さんとの恋の行方っていうところで見ています。まずはあなたを表すところにつなり人のカードが出ているので、なかなか前進していかない、思うようにいかないなとか、時間をかけてゆっくりと取り組もうっていうふうに思ってらっしゃる方もいるでしょうし、忍耐を表す、つなり人のカードが入っているので、最近まで停滞してるとか、頑張ってみたんだけど自分の思うような結果をまだ得られていないっていうところで、宙ぶらりんになっているようなつなれ人のカードがここに出てきているので、ご本人の中では順調ではないっていうふうに思ってらっしゃるのかなとは思います。そしてそのお相手っていうところで、この立場のところにソードの5番のカードが出ています。ソードの5番っていうのは対人関係の争いとか揉め事とか、そうですね、不和とか、人と関わることにおいての不安とかね、そういうことを表しています。損失とか、中には勝敗とかも関係しているので、ライバルの存在がいるとか、パートナーがいるとか、そういう方もいるかもしれないんですが、そのお相手の立場としては今、そうだな、できれば傷つき合いたくないなとか、そういう気持ちが強いんじゃないかなと思います。立場なので、今現在お相手がまず落ち着いて恋愛に集中できていないのかなっていうのは感じます。この方の環境として捉えていただいてもいいんじゃないかなと思いますね。そしてこちらがお相手が向けるあなたへのお気持ちなんですが、まず過去がワンドの2番、現在がソードのエース、そして今考えていることがワンドのページ、そして心の中がソードのナイト、そしてこれからペンタクル3番と、そしてこれが不安に思っていることや期待していることでワンドの8です。そしてこちらがワンドの9番、そして今現在のポイントとして押さえていきたいのがジャッジメントですね。これかなり大きいかなと思います。そしてお相手の立場っていうところを表すために1枚補足でカードを引いています。それが、魚のカードですね。これは2パターンあって、1つはお相手やあなたに、パートナーといいますか、いつも日頃一緒にいる方と、この好きなお相手と三角関係とか、その恋のライバルだけではなくてね、間に入ってくるような人とか、考えなければ配慮しなければいけないような方がいるのかもしれないなと思いました。2人だけではないような、そんなちょっと感じがしますね。はい。発展していくためには争いは避けて通れないだったりとか、あとは逆に本音でぶつかり合う必要があるなっていうことも感じているかもしれません。そのお相手とあなたの2人の関係性だったりにもよると思います。で、あとはお相手の環境で読み解いていくのであれば、やっぱりお相手がこれからあなたと恋を発展していくためにっていうことももちろん視野に入れてると思うし、そのためにご自身の中で環境を一旦整えなきゃなとか、そういうことを考えていると思います。あと、あまり縛られたくないなっていうのはこのお相手の中であるところ、持ってるところだと思うので、ここをね、そのお相手を束縛しすぎないことっていうのも重要になってくるかなとは思います。そしてこのお相手、
あなたとの間に過去嬉しいことがありました。胸弾ませるようなこととか、これから発展していけるんじゃないかなって期待するようなことがあった。そういうお気持ちを持っていらっしゃったんですね。そして今現在は一つ決めて一歩前進しようって何か決断した、決めた、勇気を持って進んでみようっていうふうに前向きに考えていらっしゃいます。考えていることもやっぱりあなたからの連絡受け取ると嬉しいなって思うし、元気もらえるし、自分からも積極的にあなたにアプローチしていきたいとか声かけていきたいなっていうふうに思っています。そしてやはり今回のテーマとしては年下のお相手なので、ページのカードは年下さんを表すんです。なので自分が年下だなっていうことは感じていらっしゃると思うんですけど、それをマイナスには受け止めていないようですね。心の中のところはソードのナイトのカードだから、どんどん自分でアタックしていきたいっていうような気持ちがすごく心の中にふつふつと湧いています。ただしこの、心の中よりは今のこの状況っていうのはちょっと落ち着いているというか、隠れている情熱っていう感じがしますね。本当はもうガンガン行きたいんだけど、ちょっと抑え気味にしながら一歩ずつ着実に進んでいこうかなとかね、また自分の中で一歩踏み出したんだってことが強く出てきているので、今までの関係がガラッと変わっていくような、そんな気もします。あとはこの環境ですね。お相手の立場っていうところをどうやって穏やかなものにしていくかっていうところが、このお相手の今考えているところや課題点になってくるんじゃないかなと思うんですね。そしてお相手の恐れていることや、あとまた逆に期待していることっていうところで、ワンドの8は急展開を表しているんです。急激に物事を進めていきたい。だけどそこで急展開を求めていったところで嫌がられたらどうしようとか、あとはやっぱりこの環境ですよね。環境と自分のアタックしたい思いとがちょっとぶつかっていて、思い通りに動けていないんじゃないかなとは思います。お相手がそこまでガチガチに縛られているわけではないんだけど、自分なりに動いているなっていうのは感じるんですけど、この心の中のものすごく駆け抜けていきたいっていう思いとは、ここにねちょっと障害かなって思います。環境ですね。この方を取り巻く環境だと思いますね。これがちょっと入ってくるので、思い通りには順調に進んではいない。だけれども諦めるわけではなくて、前向きに捉えていらっしゃいます。このお相手、物事を急激に進めていくか進めていかないかとか、あなたの状況もよく見ていかなきゃなっていうふうに考えていると思いますね。はい、あとはテンポよく進んでいかずにじっくりと関係性を構築していきたいっていうのもお相手の気持ちとして入ってるんじゃないかなと思います。ペンタクル3番なので、じっくりと丁寧に話し合いを重ねていきながら建設的に関係を築いていきたいっていうことなので、例えばお仕事関係の間柄であれば、仕事上の会話をまず繰り返し行っていって、そこからだんだんと仲良くなっていきたいとか、順序よくっていうのも入ってきますし、そうですね、お友達を交えながらみんなでまずグループ交際のような形で進めていって、ゆくゆくは2人きりの関係にっていうふうに考えているかもしれません。前に1回大きな進展のチャンスがあったんじゃないかなとも思うし、それがきっかけでお相手が一歩動いてみようかなっていうふうに前向きな気持ちになれたってことも考えられますね。ジャッジメントのカードがポイントとして入っているので、ここで一つ結果を受け取るっていうのがテーマなんじゃないかなと思います。今大きな変容のところにいますよっていうのが入ってきていて、さあ変わりますか、どうしましょうかっていう、もう促されてるんですよね。変化が良い感じに変わりましょうみたいな感じで、メッセージが入ってきているんじゃないかなと思います。それはお相手に対してもだし、あなたに対してもだと思いますね。仲良くなっていくために時間をかける、丁寧に育んでいく、準備万端でしていく、お相手の環境とか状況とか、あなたのこの今動けていないっていうのは一体どこにあるのか。例えば自分で勇気が出なくて話しかけられないんですかもしれないし、話しかけてるんだけどお相手からいい風に反応が返ってこなくてって宙ぶらりんなんですっていう方かもしれないし、またはあなたの状況そのものがそのお相手に恋愛感情としてアタックしていくのにはちょっとなっていう風に足踏みしているようなことがあるのかもしれません。そこに対してもう変化する、変わっていくんですよっていうお知らせが届いています。はい、どのように
あなたはそれを受け止めますかっていうことですね。もう変わることは変わるんですよっていうふうに出てきてるんです。だからその後にね、あなたはじゃあ今の状況をどうしたいですかとか、どうしましょう、この変化に対して何を受け取って自分で何を決めていきましょうかって、そういうことが大きなテーマとして入ってると思います。これからなのでお二人の関係性っていうのは大きく変わっていくんじゃないかなとも思いますね。変わるんだったら変わるで良いものにしていくためにしっかりと準備しなければねっていう風にメッセージとして入っていますし、焦らずゆっくりとだよっていうのも入ってくるけど、同時にあなたにとっては驚くほどのスピードで変化が促されるかもしれません。今それを受け取ってくださいっていうメッセージが入っています。あとはやっぱりお相手の立場、環境っていうところが少し気になるので、ここのあたり一回チェックしてみて、お相手が特に問題なければ進めていっていいのではないかなとも思いますね。はい、2人で向き合ってちょっとゆるっとした感じで、自由な感じでお互いフランクにお話しし合えればいいのかなとも思いますね。ペンタクル3番も出ているので、お相手はやっぱりコミュニケーション交わしていきたいんだろうなっていうのが入ってきていました。はい、これがあの人の今のお気持ちですね。一歩前進した踏み込んでいこうっていうふうに決めたことがあるのだと思います。あなたから、かけてもらえる言葉も嬉しいっていうふうに思っているし、過去にいい感じになったよっていう方もいるかもしれないし、今これから変わることに対してあなたはどうしますかっていうメッセージが入ってきていました。はい、ではそうですね、この後、あの人が伝えたいことっていうのをお伝えしていこうと思います。あの人から見たあなたの印象だったりとか、何を伝えたいのかっていうところです。では、カードを出していきましょう。まずこちらのトランプはラッキーナンバーとして捉えてください。ラッキーナンバーは5番です。そしてアドバイスで出したルノルマンは雲のカードですね。ちょっとモヤモヤするようなこととか、それを乗り越えていく、乗り越えていくためにもモヤモヤするんだろうなとは思います。変容が促されているので、変わらなきゃな、だけど変われないなっていうので葛藤してるのも感じられるかなと思います。ラッキーカラーはお盤色です。赤褐色、茶色みがかった赤色ですね。でグラウンディングするとあります。そしてこちらはお掃除のカードも入っています。新しい空気を取り入れましょう、気分転換するとかリフレッシュするっていう意味があると思います。そしてマーメイドのカードからは2枚出しています。ミラクル、奇跡とコンテントメント、こちらは充実感とか安心するっていう意味があります。こちらからもメッセージをもらっていきましょう。はい、ではこちらのカードからメッセージをお伝えしていきます。まずラッキーナンバーは5番とラッキーカラーはお伝えした通りお盤色です。このモヤモヤから抜け出す時がやってきているよっていうことが入ってきていますね。浄化の作業や土台作りをしていきましょうっていうことで、自分の基盤作りをするために一旦浄化、お掃除とか、これは簡単にも分かりやすく身の回りのお掃除とかお手入れでもいいですし、古いものを手放して新しいものを新調する、身の回りをきれいにすること、新鮮な空気を取り入れることっていうのが分かりやすいアクションだと思いますし、またはここですね、対人関係、お相手の環境とか、あとはご自身の動けていない原因っていうのがピンとくる方っていうのは、そこを一旦リセットするタイミングですよっていうのも入ってきているかなとも思います。そしてあの人が今伝えたいことっていうのが入ってきていて、それはあなたが苦しんでいたり悲しんだりしてるんじゃないかっていうことです。もう悲しまないでほしい、あなたの心はとっても美しくって、傷ついた涙さえも輝きに変える力を持っている。そしてもうすぐ悲しみは終わる。だからその瞳に希望の光を映してほしい。あなたが本当の姿で輝くほど、私の心も温かく満たされていくよというメッセージが入っています。あの人はもっとあなたのそばにいたいと思っていますけれども、それと同じぐらいあなたが自分らしく自由に輝くことを願っているようです。まずラッキーナンバーの5番というのは変化と成長のサインです。新しい幸せがもうすぐ訪れるでしょう。でラッキーカラーのお盤色、この色はあなたの心を落ち着かせて大地と宇宙の英知をつなぐ力を持っています。
もし迷いや不安を感じているんだったら、おばん色のものを身につけて地に足をつけるイメージをしてみてください。もやもやから抜け出すとき、そしてあなたの人生には奇跡が待っています。ミラクル。はい。もしかしたらあなた自身があの人にとっての奇跡なのかもしれません。あなたの優しさ、存在そのものが誰かの心を救っていることに気がついているでしょうか。心を開いて奇跡が起こることを信じてください。そうすればその奇跡をしっかりと受け取る準備ができるはずです。今あなたの周りには満ち足りた気持ち、充足感が広がっていきます。あの人もあなたが幸せを感じられることを心から願っています。そして頑張ってきたあなたはもっと自分の気持ち、幸せを味わっていいんだとそっと背中を押してくれているんです。あなたがいつもいる場所を整えると心も軽くなって新しい幸せが入りやすくなっていきます。いらないものを手放し、心がときめくものに囲まれることで愛を感じる力が高まっていくでしょう。ぜひお気に入りのものや新しいものに身の回りを囲ってください。心配しなくても大丈夫です。あなたはすでにたくさんの愛と奇跡に包まれています。もっと自由に、もっと輝いていきましょう。あの人はその姿をそばで見守りながら幸せを感じているでしょう。では選択肢からのメッセージです。こちらはオミクロン、まずは種をまくことからというメッセージです。さあ何の種をまきましょうか。恋愛も畑に種をまくのと同じです。何もしなければ何も実らないか、望んでいた結果にはなりません。年下のお相手との関係を深めたいのであれば、まずはあなたから優しさや思いやりの種をまいてみてください。笑顔を向ける、話しかける、少しずつ距離を縮める、そんな一歩が未来の素敵な実りにつながっていきます。まずは種をまこう、そして育んでいこう、豊かな大地にしていこう、新鮮な空気を取り入れようということで、はい、環境づくりっていうところにポイントを押さえてみてください。安心できることですね。好きなことに囲まれる。もうここから苦しまない、悩まない、あなたを動けなくさせていたのは何だったのか。またお相手の今のね環境立場っていうところも考慮していきながら、お相手前向きにポジティブに捉えているなっていうのを感じたので、ここから変化が促されていきます。はい、着実に歩みを進めていきましょう。では、もしかしたらいきなり二人きりになるようなことも訪れるかもしれません。そういう時も焦らず優しさを向けてゆっくりと育んでいくっていうことを意識されてみてください。今回は年下のお相手との恋の行方について見ていきました。お相手の今の現状やあなたに対するお気持ち、そして近未来や、ラッキーナンバー、ラッキーカラーも出していきましたので参考にしてください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは年下のお相手との恋の行方について見ていきます。今あの人が伝えたいことなどを見ていきます。よろしくお願いします。2番をお選びいただいた方、こちらパイというカードです。はい、では今回はキルト十字を使って展開していきます。はい、それでは見ていきましょう。まずはですね、ヌルマンカードはこちらブックのカードが入っています。そしてこちらが月のカードということで、
このお相手の中のお気持ちの変化というか、恋の近未来としては月なので、ちょっと見えないなとか、先行き不安だなとか、まだ落ち着かないなっていうのが入ってきています。ちょっとこれは時間のかかる恋だなっていうふうにお相手の中で感じていたり、うまく気持ちを伝えられないっていうところが入ってきてるんじゃないかなと思いますね。もちろんあなたは魅力的な方だし、年上の方として見ていらっしゃいます。年齢差をじゃあ気にしてるのかって言ったら、もしかしたらね、気にしているかもしれないですね。とは思います。このお相手の心の中っていうところにワンドのページ、そしてあなたのところにソードのキングっていうのが入ってきているので、年齢差を気にしているから動けないってわけではないんですけど、年齢差はあるなというのは感じていらっしゃいます。で、過去はワールドのカードが出ているので、お互いにとってものすごく良い時間だったとか、良い出会いだった、第一印象がとても良かったとか、そういうことが入ってくるんですよね。ただし今のこの現在っていうところで、お相手ソードの9番で考えているところは節制のカード、心の中、潜在意識はページで、この後っていうのがジャスティス、そしてこちら月というふうに流れていって、お相手の立場としてもつなれ人のカードなので、これはいわゆる忍耐とか試練を表しているので、お相手ね、悩んでいるなっていうのがすごく強く出てきますね。そして今ここで課題とかポイントのところにソードの10っていうカードが入ってくるので、やっぱり痛いなと思うようなことがあった、心が苦しかったとか、今も苦しくて動けないよとか、思うように動けない、すごくネガティブ思考っていうのが入ってきます。でも考えていることはとても平和的なことなので、平和的解決を望んでいたりとか、仲良くなりたいとか、手を差し伸べているんだけどなかなか届かないとか、前はすごく仲良かったんだけど今距離ができちゃったかもしれないしとか、自分の気持ちを素直に打ち明けられなくて困っているとか、お相手の方がちょっとこじらせ気味っていう感じがします。あなたの方はもう正々堂々とお相手と向き合って話していきたいんですっていうのが入ってくる。で、これから先の近未来っていうのがお相手のところでやっぱり決めて動いていかなきゃなとか、バランス取っていかなきゃなって、かなりこのバランスっていうのがところどころ要所で入ってくるので、今ちょっとバランスが良くない状態、心身のバランスなのか、あとは環境的にもあまり今安定していないなって、ちょっと前の方が全然とっても安定していて、今どうしたのかなっていう感じです。で、考えてることはやっぱり穏やかな日々をとか、穏やかな関係性をとか、あなたと調和したいっていうのが入ってくるから、今の状況から抜け出したいんですよね。そしてそのために動いていこうっていうふうに考えたりとか、決めたりとか、決めさせられたりとかっていう可能性もあるんですけど、そういう流れになっていくんだけど、結局このお相手の中で近未来の中、あなたに思いをうまく打ち明けられないとか、仕事に没頭しなきゃいけない、集中しなきゃいけないとか、あなたと仲良くなる術がまだ見つからないとかね、少しこの不安定な中にずっといるっていうのが入ってきます。意識していることは安定させたいなんですけど、いかにしてこのソードの10というね、痛みから抜け出していくのかっていうのがお相手の中のテーマになっていると思います。なんかすごくひどくネガティブに捉えてるなっていうふうに思います。心の中っていうのはワンドのページなので、あなたからの良い知らせを待っているとか、連絡来るの待っているだったりとかもするんですけど、でもね、あなたの方がソードのキングなので、じゃああなたが連絡しないのかって言ったら全然そんなことないんですよね。ただどうでしょう、あなたの方で連絡しづらいなとか、プライベートでお誘いしづらいなっていうところはあるのかもしれません。お相手の期待していることや恐れているところとして、こちらがワンドのクイーンのカードが入っていますので、まだもしかしたらあなたがご自身の本当の魅力をお相手に伝えきれていないのかもしれないですね。気になるのでタロット1枚追加していこうと思います。年下のお相手さんですからね、そうですね、ヌドルマンカードも本のカードが出てるから、もっともっとお互いのことを深く知っていかなければとか、そういうメッセージかもしれませんし、あとはやはりこのソードの9やソードの10っていうのが、
そうですね。なんか知りすぎて、知ろうとしていらぬことまで取り込みすぎていて、お相手がネガティブになっていたりとか、ちょっと疲れてるのかなっていう感じもこの辺りから受け取られますね。もしそのお相手が心身のバランス崩しているのであれば、それは回復するでしょうっていうことが言われています。回復してから仲を進展させていくとかっていうふうに、あなたの方も状況をしっかりと見極めて判断して動いていくことができますから、大丈夫、謝ることはないですね。タイミングを見誤ることはないと思います。なんかこうしんどい思いしてるのかなっていう感じはしますね。そしてここですね、1枚出していきましょう。ワンドの6番のカードですね。はい、もう少しあなたが自分の魅力をアピールしていくといいんですが、どっちかなっていう感じであなたでも思っているところがあるんじゃないのかなと思います。このお相手の様子を見ていると、今話しかけていいのかなとか、もうちょっと待ってからの方がいいのかなっていうふうに思っていませんかって。あとはお相手が何を考えているのかわからない、知ろうとしているあなたの方が、そして感じ取っているものもあると思うんですよね。ちょっと前のお相手と今のお相手って全然違うので、どうしたのかな、何かあったのかなとかね、ガラッと環境が変わったっていうことのお相手かもしれないんですけど、おかしいな、ちょっと前は仲良くて、あれもしかして両思いになれるかもとかって思っていたのに、今こううまくいかないなっていう、そういう感覚をあなたの方で感じているんじゃないかなと思います。年下のお相手ということで、あなたの方からもアプローチしづらいとか、このお相手にはもっとふさわしい方がいるんじゃないかっていうふうに思う時もある。だけれども、ここであなたの魅力をお相手に伝えていくことが必要です。あなたは十分に自信がありますし、自信というのはお相手にアプローチしていく自信がありますし、力、エネルギーもあります。情熱もある。魅力もたっぷりとあるので、あとはどうやって伝えていくかっていう方法を知りたいとか、それは誰かに教えてもらうんじゃなくて、自分で答えを出せる方だから、あなたは。なのでご自身の中で十分に作戦を練ったりとか、どのタイミングにしようかなとか、情報収集することができますから、的確にアプローチしていけます。なので魅力をアプローチしたいっていう方にとっては大丈夫でしょうっていう風に出てますね。あとはお相手の状況、環境っていうところがちょっと気になりますね。アプローチしていくことに対しては自信持ってくださいっていうのが出ています。あとはお相手の回復を待ってからっていうのもあるんですけど、お相手がどういう状況か知らないっていう方は、やっぱりその知るっていうところから始めていくのが一番今最短ルートなのかなとは思います。ここね、ワールドのカードが出ていたので、出会った当初はお互いバチバチに惹かれ合ったとか、好印象だったっていうのが入ってきますね。お相手の方で立ち上がるのをまず待つ、回復するのを待つっていうのも一つの手ですし、あなたがその回復の手助けになるのであればっていうことで手を差し伸べるっていうのも、アプローチの一つなのかなとは思います。しばらくはモヤモヤするっていうのが入ってくるかなと思います。お相手の方も体調不良がなかなか回復しないとか、恋の近未来なので3ヶ月以内には回復しない、見通しが立たないのかもしれないなっていうのはあります。そうですね。ここも忍耐、時間かかるよっていう風なつなれ人がお相手の立場に入っているので、お相手の方でもなんかこうもどかしさっていうのを感じますね。考えてることや本音、気持ちっていうところでは進んでいきたいとか、穏やかになりたいとか、安心したいっていうのがあるんだけど、それがこうままならないっていうのが入ってきますね。ちょっとこの恋は時間がかかるかもしれないなと思いました。だけれどあなたの方で状況をうまく見極める力を持ってますから、ご自身の力を遺憾なく発揮してこのお相手を救い上げていくっていう、そういう流れになっていくんじゃないかなと思いました。ではここからすでに出していますオラクルカードからラッキーナンバーなどをもらっていっていますので見ていきましょう。こちら先ほど出したアドバイスで1枚出したルノルマンカードです。まずは見ていきましょう。ラッキーナンバーは2です。あなたと共にいることがあの人の心を深く穏やかにします。
運命の糸が2人をつないでいることをお互い感じてください。そういうメッセージです。あとはトラストですね。信じる、信頼するっていうカードと、そしてこちらがカンタムプレーション、じっくりと考える、熟考のカードです。はい、落ち着いてゆっくり考えて、ただあなたはそれができています。もうすでにそれが足りないって言ってるのではなくて、そのままで大丈夫、自分を信じてっていうことも言われていますし、祈りですね。回復を祈るっていう感じがするので、お相手の状況とか体調かなとも思うんですが、一つ気がかりなことがちゃんと片付くのをお相手は不安だな、感じていることもあるだろうし、それはあなたにも関わるようなことかもしれないなとも思います。あとはラッキーカラーは翡翠色です。緑ですね。行動を起こす。はい、そしてハートのカードですね。ルノルマンはアドバイスカードハートです。真実の愛を表しています。この愛は間違いなくお二人の関係を深めていくものになるでしょう。なので信じるっていうのがとても大切になってきます。まずあの人の心はあなたの優雅に佇む姿に魅了されています。あなたが放つ微笑みはあの人の世界に光を灯し、心からその瞬間を大切にしたいと思わせているようです。あなたの堂々とした姿、そしてその清らかな心の輝きにあの人は見とれているでしょう。そしてこのラッキーカラー翡翠色の光、このようにあなたの存在はあの人に愛と平穏をもたらし、何よりもお相手の心があなたに引き寄せられているのです。はい、お相手が求めている光ですね。まさにそのもの。導かれるようにあの人はあなたとの未来を心から信じ、前に進みたいと願っています。あの人はあなたへの深い信頼を感じています。あなたと過ごす時間が運命のように奇跡的であると感じているんです。どんなに遠く感じる瞬間でもあなたの存在があの人を支えて導いてくれるとあの人は確信しています。少し不安な気持ちがあったとしても、心の奥底で感じるあなたとの絆が全てを温かく包み込んでくれることをこの相手は信じているんです。静かな時間があの人の心を一層深くあなたに引き寄せています。今あの人はあなたとの未来を心に描きながら、その感情をじっくりと見つめています。今穏やかな環境ではなかったりとか、苦しいこと、今現状がお相手を取り巻いてはいるんですが、そのお相手があなたを感じているこの静かな時間が2人の絆をさらに強く確かなものにしているのだと思います。あの人はあなたとの愛を大切に思い、その心をあなたに向けて静かに祈っています。はい、愛、そうですね。あなたと過去結ばれていたとか、過去ね、愛を誓い合ったとか、またそれに近いようなことがあった、感じるようなことがあったんじゃないかなとも思うんですね。そしてあの人の祈りはあなたに届いて、あなたの心を温かく包み込んでいくでしょう。あなたが笑顔で輝き続けることがあの人にとっての喜びであって、愛の力そのものです。お二人の未来は運命が描いた美しい物語のように着実に歩みを進めています。あなたの存在はあの人にとっての奇跡です。あなたがそばにいることであの人の世界が色づいていき、心からの愛が育まれていくのです。あなたの笑顔、あなたの優雅さ、そしてあなたが放つ輝きがあの人の心を深く照らして、何よりも二人の未来を美しくしてくれます。はい、とても素晴らしい流れ、信じる気持ち、信頼する気持ちがとても大切になってきます。あの人が伝えたいことっていうのは、あなたから穏やかな光を受け取っているっていうこと。まだまだ少し、不安定な状況、環境っていうところが続いてはいくんですけど、それでもお互いを信じる気持ちを持ち合わせていれば、この愛はさらに前へと進んでいくのではないかっていうお相手のメッセージでした。そしてそうですね、時と場合によってあなたは動いたりとか引いたりとか見つめていたり、温かく光を届けたりとか、いろんな方法を持っていますから、あなたのその、
目といいますか、見極める力、心でお相手と近づくタイミングを見ていってください。では、お選びいただいたオラクルカードパイからのメッセージです。これは多くのことを表しています。あなたの努力が恋を実らせる。恋愛はまるで長いレースのようなものです。焦らず諦めず、少しずつ積み重ねていくことが大切です。お相手の気持ちを大切にしながら丁寧に関係を育んでいけば、きっと最後には幸せなゴールへとたどり着くでしょう。あなたの頑張りが愛という栄冠へと導いてくれます。はい、自分の栄冠を信じ、この愛のハートの輪をくぐり抜けていく、そういうお気持ちでじっくりと、今は時間が必要な時というふうに出てきているので、急激に進展するとか関係性がはっきりとするとかっていうわけではないかもしれないんですが、信じるっていうことがとても必要になってくるよっていうようなメッセージが強く出てきていました。でももうあなたはすでにそれを分かってらっしゃるんじゃないかなとも思いますね。はい、あなたがお相手を支えてあげてくださいというメッセージでした。今回は年下のお相手との恋の行方について見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは、年下のお相手との恋の行方について見ていきます。あの人の気持ち、そしてあの人が伝えたいことを見ていきます。よろしくお願いします。3番をお選びいただいた方は、ローというカードになります。では早速お相手のお気持ちを、今回ケルト十字を使って見ていきます。はい、それでは見ていきます。今そのお相手ワールドのカードが出てるので、現状すごく幸せとか、ちょっと難しいんですけど、幸せだけではないっていうのは出てるんですが、今のそのお相手、あなたと気持ちが通じ合ったとか、プラトニックなラブっていうのが入ってきます。まだその交際っていうところまでは行ってないかもしれないけど、お互い両思いなんじゃないかとか、とても良い雰囲気に包まれている。2人でいる時間っていうのはお相手にとっては幸せな感じがするんじゃないかなとも思いますし、そのお相手の立場、環境っていうところも今ペンタクルキングだったり女帝のカードが入ってるので、あなたから流れ込んでくる愛情っていうのをすごく受け取っていて、自分が豊かになっている、幸せな気持ちに包まれている。で加えてルノルマンもハートのカードが出てきているので、あなたに見つめられると嬉しいとか、支えられているとかね、自分が豊かな気持ちになれるとか、はい、すごく苦しかった最近、もちろんまだ未解決なんじゃないかなと思うんですね、お相手の中です。そうですね、あなたに対する愛っていうのはここに確かに存在はしています。ですが、関係性を進めていくんだったら、このお相手かなり不利というか苦しいんじゃないかなとは思います。それはあなたへの愛情がないとかじゃなくて、違うところなんじゃないかな。解決させなければいけないとか、取り組まなきゃいけないことがあるとか、あとはここですね、オーバーワークのカードが入っているので、
やらなきゃいけないことたくさんありすぎて、あなたに対する愛情っていうのがあるんだけど、ここ一本に絞れないっていうような感じがするんですね。安定させていくためにも自分で何とかしなきゃ、取り組んでいかなきゃとか、バランス、この2番っていうカードが2つ入ってきてる、ソードの2番とペンタクル2番のカードが入ってくるので、時間の融通が効かないとか、あと思うように進まないというか、周りに配慮しなければいけないとか、2人だけの関係性で突っ走るわけにはいかないなっていうふうに考えてることがあるんじゃないかなと思いました。セーブかけたりとか、バランス取らなきゃっていうふうにあなたの方でも考えていたりとかするので、そこの何かその大きなポイント、課題っていうところがあるんじゃないかなと思ったんですね。お相手の過去はペンタクル5番です。今考えていることはワンドの10で、心の中っていうのもソードの9番なので、かなりネガティブ思考になっている、落ち込んでいたりとか、もうダメなんじゃないかとか、自分で自分を責めすぎてしまっているっていうのが入ってくるし、考えていることっていうのも疲れが見えるので、疲れたな、休みたいな、厳しいなとか苦しいなっていうことがこの方の中を囲っているような感じですね。プレッシャーを感じるなとか、そしてこの恋の近未来っていうのも月のカードなので、ちょっと見えづらいなとか、不安だな、不安定だなっていうような、そんな中でそれでも育み続けていくような気持ちと、ぶつかってる、対立しているような感じがします。確かにあなたへの愛とか、あなたへのお気持ちっていうのは存在しているんだけど、それだけではないようなっていうような感じがするんですね。ここがお相手にとっての、期待していること、恐れていること、ここもやはりバランスとか、余裕を持っていきたい、余裕を持って生活していきたいとか、あなたと向き合っていきたいんだけど、その余裕が今ないっていうような感じですね。で、未来は余裕を持たせるために、バランスを取るために、なんとか動こう、やっていこう、取り組んでいこうっていうふうに思うんですけど、3ヶ月以内では今のこの不安定さは解決しないのではないかなと思うんですね。その中であなたと育んでいくような愛とか、あなたから受け取る愛情っていうのを感じます。2つの狭間でっていうのを感じるので、お仕事が忙しくって疲れちゃってって、その中であなたと愛し合う時間が自分にとっての癒しだっていう風に感じてるのかもしれません。なんかこの方の中でバランス取んなきゃっていうのがすごく強く入ってくるんですよね。年下さんの恋で見てるんですけど、そうですね、あなたに対して清らかな方だなとか、心の美しい方だなとかね、そういうことを感じているんですよね。恋愛対象として見ているし、愛のカードも出てるし、ワールドも出てるので、あなたを愛しているっていうところは今の現状を持ってるんですよ。持ってるんだけど、なんかうまく進まないような課題点があるんじゃないかなと思ったんですね。すぐに飛び越えていければいいんだけど、でもね、気にかけているこの課題のこともずっと取り組んでいかなきゃいけないっていうのが入ってくるので、それはそのお仕事上の関係値があるから、恋愛関係になるまでにはって悩むようなお相手なのかもしれないし、またはそうですね、例えば経済関係とか生活面での苦しさっていうのも感じるので、あなたとの恋愛を進めていきたいけど、自分の生活もなんとかしなきゃなかもしれないしね、仕事忙しいとか多忙なんですよね。考えることがすごいいっぱいあるっていうような感じ、やらなきゃいけないこともすごいいっぱいあって、愛に集中できないとか、本当だったら安定したこの恋愛関係を築いていきたいんだけど、バランス取りたいんだけどっていうの、バランスっていうのがあなたのところにも入ってきてるので、それをひしひしとあなたも感じていたりとか、また2人で共通認識でバランス取ってやっていかなきゃなっていうことを共通で考えていることがあるのかもしれません。対人関係のことだったりもするのかなとも思ったんですよね。では、このお相手のね、その複雑なお気持ち、絡んでいるお気持ちっていうのが見えてきました。あなたに対する思いっていうのははっきりと示されています。だけどそれを形にするのがとか、進んでいくためには、ちょっとこの囲んでいるカードたちがこのお相手にとっての課題っていうのを強く見せてきていますし、バランスっていうのも強く出てきているので、この2点が今のお二人にとっての、
超えていくべきことだったりとか、考えていく、見つめていく先の問題になってくるのではないかなと思いました。お相手の環境が整っていけば、あなたとの恋愛も進んでいくかもしれないけど、一方のあなたの環境はどうでしょうかって、まだそのお相手に言えていない自分の環境とかっていうこともあるかもしれないし、そうですね、バランス取っていかなきゃいけないよねっていうところで、お互いが感じている共通認識があるようにも感じます。ではラッキーナンバーなどを見ていきましょう。まずラッキーナンバーは1番です。なんかお相手があなたを見つめていたりとか、やっぱりこの恋愛始まっていく恋がね、恋してるんだろうなとか、ときめく思いっていうのが伝わってくるんですよね。ただやっぱりこの周りの環境とか、お相手の感じていること、考えていること、やっていることっていうのが、かなり今苦しい状況ではあるのかなとは思います。そしてあとこちらですね、トゥルース、真実のカードと、あとマーメイドからもう1枚出していますグラティチュード、感謝のカードですね。そしてこちらはお相手からのメッセージで、自分を愛そうということ。そしてラッキーカラーはプラムです。試練を乗り越えるというワードがあるので、やはり共通認識で試練っていうのが入ってくるのかなと思いますね。はい、あなたはそれをずっと考えていたりとか、自分がどうあればいいんだろうとか、そうですね、悩むこともあると思います。あなたも感情が揺れたりとか、一人で煮詰まったりとか、思い悩んだりする。その中でやっぱり安定、バランスってところかな、安定させていかなきゃなってご自身でも考えているし、メンタルってところですね。この共通認識の試練を乗り越えていこうっていうことで、ラッキーカラーがプラム。そしてアドバイスカードでルノルマン1枚出してます。星のカードですね。希望のカードです。希望を持ってください。そしてその希望はあなたの心の中にあるはずです。あなたが放つ温かい視線を感じるたびに、あの人の心はときめきでいっぱいになっています。あなたの瞳には不思議な力があり、見つめているだけでお相手の心を揺さぶる魔法のような魅力を持っています。ラッキーカラーはプラム色です。それは献身と信念を象徴し、試練を乗り越える力を与えてくれる色です。あなたの優しさや愛情はあの人を深く支えています。ですが同時に自分自身の心も大切にしていきましょう。誰かの幸せを願うあまり、自分の気持ちを置き去りにしていないでしょうか。あなたが満たされているからこそ、その愛はもっと大きく広がっていくのです。そしてこの関係において大切なのはトゥルース、真実。あの人はあなたとの時間を心から大切に思っています。時には不安になることもあるかもしれません。ですが真実を見つめ、心を開いてみましょう。あなたの思いもあの人の思いも誤解ではなく、本当の気持ちでつながった時、心の距離はぐっと縮まっていきます。目の前の小さな幸せに気づくことで、あなたの世界はより美しく輝いていきます。あの人はあなたと過ごす何気ない瞬間にこそ幸せを感じているようです。一緒にいるだけで嬉しい、そんな気持ちを思い出してみてください。そしてあなたに贈られたラッキーナンバーは1番です。これは新しい始まり、特別な存在を意味する数字です。あなたはあの人にとって唯一無二の存在なのです。自信を持ってあなたらしくいてください。そのままのあなたがあの人にとっての癒しであり、愛おしい存在だからです。そしてあなたの愛はもっと自由に、もっと深く広がっていきます。まずはあなた自身を愛し、その笑顔を大切にしてください。そうすればきっとあの人に伝わって、あなたのことをもっともっと愛してくれるでしょう。はい、ということで、まず自分自身を愛することも忘れずにというカードと、やっぱりこのハートだったりとかワールドのカード、この出ている位置ですね。お相手ご自身の世界をやっぱり安定させたいっていうのも同時に出ていると思うんですね。
自分の世界観やあなたに対する思いっていうのを融合統合していくためにも、この周りですよね。考えていること、心の中の声、過去、未来っていうところで、かなりこのお相手がね、ご自身で課題って思っていることがあるんじゃないかなとも思います。ただワールドやこの女帝のカードも出ている通り、愛そのものは純粋なものとして心にあるのではないかと。あとはこの試練を2人で乗り越えていくんだっていうところで、出ていました。真実っていうカードも出ていたので、あなたが、お相手との間にまだ話せていないことがあるのであれば、それを打ち明けるタイミングがやってくるのかもしれません。バランスっていうのもワードとして入ってきているので、メンタルのバランスだったりとか、生活のことだったりとか、環境のことかもしれません。お二人の関係性かもしれないんですが、バランスをとっていくこと、そのバランスを取るためにも感謝することや真実を見ることだったり、自分を愛することっていうのも必要なワードになってきていました。はい、ではお選びいただいたオラクルカード、こちらのローというカードからメッセージをもらっていきましょう。こちらは焦らずでも準備はしておこうというメッセージです。この恋を叶えていくのであれば焦りは禁物です。少し時間をかけることで状況が整い、よりスムーズに進むこともあります。ただし待つだけではなくて、いつでも動けるように準備しておくことも大切。タイミングを見極めながら心を整え、愛を育んでいきましょう。焦らずにでも準備はしておこうということで、そうですね、その共通認識で課題っていうところでピンとくる方は、焦って解決させようとはせずに、だけどいつでも対応できるような準備、心の準備なのか、ご自身の体調のことなのか、環境のことなのか、あなたの方でも今整えることがもしあれば、準備してすぐできるようなことがあれば準備しておいてねっていう、そういうメッセージが込められていました。今回は年下のお相手との恋の行方について見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングはいかがだったでしょうか。年下のお相手との恋の行方について見ていきました。あの人の今の状況や考えていること、お気持ち、今後どうなっていくのか、あなたに伝えたいこと、あなたのことをどう思っているのかなど詳しく見ていきました。恋の近未来なので、約3ヶ月以内の流れとして捉えてください。またそれから先は変わっていきますし、今のこのお受け取りいただいて、そこからあなたが変化して動いていけばまた変わっていく可能性も十分にあります。そして今回は、共通メッセージとしてこちらの Life Loves You カード、こちらからメッセージをもらっていこうと思います。やはり恋をしていると不安に思うことっていうのがたくさんあると思うんですが、その中でご自身がどう感じて何を選択して動いていくのか、時々諦めようかなって思ったりとか、お相手の方でいい反応返ってこないしっていう風に思う時もあるでしょうし、また逆にね、嬉しいこととか、今日話せたとか嬉しい反応があったなって時もあるでしょうし、その喜びや不安の中であなたがどう感じて何を選択して動いていくのかっていうことで、あとお相手からのサインをどう受け取っていくのかっていうことも必要になってくるので、その中でこの恋愛どうしていこうかなっていうところなんじゃないかなっていうふうに最近感じることもあります。はい、では見ていきましょう。3枚ほどもらって共通メッセージにしていこうと思います。はい、こちらですね。こちらからもらっていこうと思います。見ていきましょう。まず、感謝の気持ちを伝えましょう。自分も含めてみんなに対し愛にあふれた思いやりを実践していきましょう。
自分自身も含めてですよ。そしてあなたは豊かな宇宙で暮らしているんです。はい、他の人に対してと同じぐらい自分に対して優しくしているでしょうか。もっと自分を優しくするために何々することができる、何々というのをイメージしてください。何ができるでしょうか。もっと自分を優しくするために何をしてあげられるのか。美味しいご飯を食べれるとか、ゆっくりお風呂に浸かって体を温めるとか、たくさん寝るとか、あなたが今何を必要としているのかっていうのが〇〇することができるの〇〇を考えることによって答えが出ると思います。そして今日一日感謝することであなたの心を養おう、はい、栄養を与えようってことですね。そして始めましょう。おはよう、とっても快適でいてくれてベッドさんありがとう、大好き。そんな感謝の気持ちを表現すればするほど感謝しているものをもっと見つけられるようになる。いろんなことに感謝してください。そして嬉しい驚きでいっぱいになってしまうほど豊かさが人生に流れ込んでいることに目を向けてみましょう。嬉しさや嬉しい驚き、それらで溢れ返っています。ネガティブなことではなく、あなたを前向きな気持ちにさせる出来事、思い、感情は何でしょうか。それがあなたの心に流れ込んでいる、あなたを包み込んでいるということに目を向けてみましょう。そういうメッセージでした。今回はこちらの3枚から共通メッセージをお届けしていきました。ぜひお受け取りください。これからもリーディング動画投稿していきます。よろしかったらコメントなどいただけると今後の動画制作のモチベーションにつながりますので、よろしかったらコメントを残していってください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までお付き合いいただきありがとうございました。